小学3年生、日がな一日眺めていたのは新築中の日本家屋。左官職人のコテさばきでした。コテっていうのが大きく見えて、盾っていうんですかね、侍がね剣でガーッと、そういう風に僕はずっと見てたので、おじさん侍なんやな、俺も侍になりたい。それから30年、少年の夢がぶれることは一度もありませんでした。左官職人三谷亮さんです。三谷さんは長岡京市で生まれ育ちました。古民家を利用したコミュニティスペース。屋根裏はビデオを見たりゲームをしたり、子どもたちが自由に過ごせる空間。黄色い土壁は三谷さんが手がけました。コンセプトは木漏れ日の茶室。光の角度や加減で表情が変わる立体仕上げです。平面より出す方が僕好きなの。へっこむのもええんかもしれんけど、なんか出す方がかっこいいじゃないですか、単純に。凹凸だったり三次曲面っていうんですかね、ああいうことしよう思ったらどうしてもやっぱそのセメントとか使いがちなんですけど、僕の場合はその自然素材を使ってしっくりと土とね形を表現をしていくので、他とはちょっと違う。型破りな土壁に挑戦したい。今、土壁はシックハウス対策やその風合いが見直されています。制作現場を訪ねました。コミュニティスペースに改装中の一軒家。和室を任された三谷さんは、左官と写真、パステル画の融合に挑みます。好きなようにしてくれと。どうしようかなっていうのももちろんあったんですね。で、左官だけの表現っていうよりも、ちょっと2人の力を借りて。ここで話をする中で、ちょっとこう、昔話、おとぎ話をちょっとこう、テーマにしようかってなって、で、竹取物語を、こう全体で、このちょっと絵巻物っぽくちょっとこう、ストーリーを順にこう、追っていく感じで。長岡京市を含むお得に地域は、古来竹の産地で、竹取物語の舞台だったのではないかという説もあります。竹が光ってるのを見つけて、そっからのスタートなんですよ。もともとだから床の間の土壁やったんですよ。今回ちょっとこういう竹をちょっと入れさせてもらって、一個一個のこのマスの中を全部違う色の土を入れようかなと。そしてここに竹をね、7本か8本ぐらい刺して写真を加工して入れると。写真家の東翔太さんは、光り輝く竹をネオンきらめく夜の街に見立てました。襖絵はパステル画家丸さんの担当。かぐや姫が成長していく様子を春夏秋冬になぞらえた作品にします。粉末にしたパステルを混ぜて色を作り、手を使って幼い春の場面を描いていきます。ピンク色の竹。笹の葉は岩彩で。今日はこれ春なんでピンクなんですけど、一番楽しかった時期だとは思うんですよ、家具屋の中で。それは3人の中の共有の部分で、だからこそ優しいアートがねかけていけたらなというふうには思ってます。土壁に板を張り重ねたこの一角は、竹取の最後クライマックスになるところ、三谷さんの壁の表現と僕の写真で最後かぐや姫が帰るところ、手前のところの表現をしたくって。どんな仕上がりになるのでしょうか。まず三谷さんが壁全体に下塗りを施します。
かしちょっと厚めに塗っとくわ。ずっと押し込んでいいですよね。いいよ。構わへん。東さんが撮りだめていた写真を壁に貼り付けていきます。お、本当や、すごいぴったりくるな。土壁と写真は相性が悪いので、三谷さんは実験を重ね、粘着力のある特殊な材料を配合しました。見栄えよく角を盛り上げます。かぐや姫がこう羽衣を着て記憶とか感情がなくなっていくはるんですね。記憶を失っていくっていう中で、その過ごしてきた見てきた景色みたいなのをこう自分の中で表現したくって、それでその風景みたいなのをメインで貼っつけてるんですけど、この後は仕上げの漆喰を塗るんですけど、その前に写真にもう一回同じこの特殊な材料でちょっとこう塗りかぶせる。この花だけを見せてここだけ塗るとかね。うん、そうそう。そういうことをまたお互いに話しながら、うん。完成は4月を予定しています。まるで宝石か大理石の玉。実は泥団子。子供が夢中になるこの泥団子は左官の技術の結晶なのです。左官職人三谷亮さんの工房。一点物のコテは実に1000種類以上。全国各地色とりどりの土のサンプルも。僕土とか結構食べるんですよ。食べて味見してすごくなんかそのまあ直感なんですけど、これはいいって思ったら塗る方なんですよ。なのででもその直感がすごくいいなって、この舌触りがすごくいいなっていうのはほとんど京都やったんですよ。粘りがすごくやっぱりいいと思います。でなるべく京都産をうまいこと活用して自分なりに表現できるように持っていきたいから。三谷さんは不定期で泥団子のワークショップを開いています。およそ半年間土を寝かせて熟成させておくそうです。本来左官屋さんから発祥って言われてて、修行の一環として僕は捉えてたんですよ。要はその凹凸を肌で感じる、手でどこがへっこんでるとかどこが高いのか、伝統工法の一つでその漆喰磨きとか大津磨きっていう、要は磨き壁っていうのがあるんですけど、それを単純に丸くしたっていう、なんかまあ丸い壁みたいな感じですよね。この日は親子のワークショップ。それをまたこれすごいのな、落としても割れへん。つなぎの藁が入った土壁と同じ材料なので割れにくいのです。泥団子にハケを使って塗っていきます。漆喰を塗る前に土の水分吸収を防ぐ膜を張ります。薄く薄く。天然の顔料で着色した漆喰にサラスナを入れます。ツルツルしてるやんか、今こうやってこう膜張ってさ、でこの上に漆喰を塗ってもダラーンって落ちちゃう、今こうやってみんなサラスナを今から塗るんやけども、その塗ることで引っかかりを作る。実際の壁を塗る時も実はこういう砂を入れて漆喰をまず塗るっていうのも基本中の基本。薄く薄く伸ばして、ジャリジャリ。いい、そのジャリジャリがいいので、隙間のないように塗っていってください。3回色を塗り重ね、お手を拝借でいきますよ。でそのままなじまして、オリーブオイルを全体になじませます。そしてひたすら瓶で磨きます。光り出した時ってみんな多分ねテンションマックスになると思うんですわ。完成をした時に初めて無意識に左官を学んでやってる。それで僕はいいと思ってます。作り始めてからおよそ2時間でツルツルピカピカの泥団子に。
あんな泥団子やったのになんか緊張しながらもやってたら綺麗になっていってめっちゃ嬉しかったです。ピカピカになって嬉しかったからまたやりたい。泥団子に詰まった盛んの技と美。いつか侍になりたい。15歳で弟子入りし、昔かたぎの親方にしごかれた20年の下積み期間。独立してからも、ある教えが三谷さんを支えています。もっとお前は表現ができるんやから自分がしたいことを表現しなさいっていうのは、それが一番の、学びやったんかなって。約20年ぐらいそれ言われててね。まだ言うか言うてね。